ことで作りました20度バンクチェッカー。もちろん自作な。これどうよこの感じ。またそういうことに全力を出す。これはいいものだよ。おまけコーナーで手作り用の設計図も用意しました。ぜひ最後までお楽しみください。ピンポーン。本動画は高画質でお楽しみいただけます。画質の設定を変更して見てね。こんにちは。見たいものを作る企画主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。この動画はタミヤミニ四駆の VZ シャーシを改造したりしてミニ四駆をドタバタ楽しんでいく動画です。前回はあんまり使えない精神性ギミックのマスダンパーを作ったんでしたっけ。言い方。ブレード型のマスダンパーをひらめいてそれを形にしたんだよ。あれはあれで重心とかいい考察ができたんだよ。それにかっこよかったろ。おしゃれポイントの角がぽっきりいってましたが。それで今回は何をするんですか。ああ、そうだね。今回はフロントブレーキを貼っていこうと思う。すまんね。じゃ解散で。まあ待て話を聞きなさいよ。この前タミヤ公式の追加コースセクション買ったじゃん。買いましたね。動画の収益でもっと動画量産して良い道具とか揃えましょうね。君も現金だね。でさ、君の取ってくれたデータを使ってバンクチェッカーを作ろうと思うんだよ。もっと感謝してくれていいですよって。はあ、あれをもちろん自作でね。また無茶を言う。これがやりたくてデータ元としてバンクアプローチセクションを買ったんだよ。あ、そういう目的なんだ。今のミニ四駆ってのは公式大会や常設コースなんかも含めて立体的であるのが特徴でしょ。まあそうですね。そのためのギミック開発がこの VZ シリーズのテーマですし。でだ、一般的な3連コースの立体セクションってのは大まかに3つ。このバンクアプローチセクション、スロープセクション、そしてレーンチェンジなわけだ。はいはい。ヨドバシさんや小島さんとかの常設コースや3レーンでの立体セクションといえばそれですよね。公式大会とかではもっとぶっ飛んだセクションとかもあるけどね。いつか参加してみたいですね。そうな、夢のジャパンカップってな。コモンスキル、目指す景色は未だ色鮮やかにを獲得しました。それはそれとして流行りが立体コースなんだからそれを調べないと対策できないじゃん。まあそうですね。特にいつも気軽に楽しませてもらっている常設コースは公式販売のコースセクションを組み合わせたものだしさ。常設コースはありがたいですよね。まったくだ。でだ、立体コースを完走するのはもちろんとしてミニ四駆を速くするにはいくつかの重要な要素があるわけだ。はいはい、ありますね。それならコースを速く走らせるにはどうしたらいい？モーターを速いやつに変える。それでコースアウトしたらスラスと角を入れてマシンを抑え込む。おお、なんか急に頼もしい感じだね。そりゃあ研究してますから。どやー頼もしいこった。ミニ四駆の基礎研究をする S2 シリーズもよろしくお願いします。でだ、速度制御の技術としてローラーに角度をつけるスラスト角と公式のグレードアップパーツのブレーキを貼り付ける方法があるわけだ。この2つには一長一短がある。走行中全部に影響するスラスト角と立体セクションにのみ影響するブレーキって感じですか？まさにその通りだね。特にコースアウトしそうな立体セクションで効いてくれそうなブレーキは重要ってことになる。そうですね。でだ、どうやってつけるって話になるわけだ。なるほど、基準みたいなものが欲しい感じなんですね。察しがいいね。以前ブレーキそれぞれの踏ん張りに関して調べただろ。ああ、しましたね。VZ8 超使いブレーキの貼り方、概要欄のリンクに置いておきます。ご参照ください。ブレーキの効き具合はこんな感じなわけだ。それならこれをどうやって作る？聞いてほしいところに聞いてほしいんだよ。ああ、なるほど。その中の一つが今回の話としてのバンクスルーなんだよ。バンクスルーとは、バンク、傾斜のあるセクションでブレーキが効かないようにして、スロープセクションやレーンチェンジといった立体セクションではブレーキが効くようにするセッティングのことです。で、そのバンクスルーを実現するためのマシンを作るためにバンクを研究してフロントブレーキを作ろうって話なわけだ。相変わらずそういう遠回りが好きですね。考察と実行こそがホビーの王道だと僕は思うんだけどね。コモンスキル、試験のための実践が発動しました。まあ言いたいことはわかりました。実際このバンクスルーを実現するためのバンクチェッカーなるアイテムを販売しているところもあったりするんだよ。タミヤさんとかでは売ってないんですか？僕は聞いたことないね。あってもいいと思いますけどね。そうな。ってことで作りました20度バンクチェッカー。
もちろん自作な。これどうよこの感じ。またそういうことに全力を出す。お、なんぞ言葉にトゲがあるね。これはいいものだよ。これでグリグリしながらブレーキの基準を設定しようって話なわ。待って、作っちゃったんですか？バンクチェッカーを？んだよ。どうやって？ 3D プリンターで。設計はフリーキャドだけど。そうじゃなくて、どんなやり方でこの局面を作ったんですかって聞いてるんですよ。はいはい、そうね。要は君はこの部分の再現度が信用できないってわけだ。確かにそうだ。バンクチェッカーですっていきなり言われてもな。その局面が本当にバンクアプローチセクションと同じなのかって大事な話ですよ。だいたい皆がミニ四駆のためにフリーキャドとか 3D プリンターとかを学習するとか思ったら大間違いですよ。主任さんは自他ともに認める暇人です。はいはい、確かにそうね。じゃあ順番に解説しますか。OK、 F1 くん、順番に行こうじゃないか。まず自作したこのバンクチェッカー、この公式セクションの20度バンクアプローチセクションレッドのこの局面、いわゆる20度バンクアプローチセクションを再現したものだ。はいはい、それで？ざっくり20度バンクアプローチセクションってのは、この傾きが水平0度から傾斜20度になるよう変化する円弧ってことなわけだ。つまりデータが揃えば三角関数を使って再現できるわけだ。つかそれをした。うげー、数学ですか？そう嫌そうな顔するなって。ミニ四駆を楽しむ上で物理と数学は必ず役に立つから、いろいろめっちゃ便利なんだよ。ここで君がくれたコースのデータから三角関数を使うと、ここが弧長、ここが弦長、ここが八高と言われる諸弦になる。なんか弓矢っぽい名称ですね。でだ、20度角度が変化するんだから、ここが20度なのは決まっている。んで弧長は測定が怪しい感じだけど、弦長ならばデータがある。そうするとこうやって補助線を引くと2つの直角三角形ができる。ここまでくれば計算サイトとかで計算ができるんだわ。三角関数ってのは角度と1つの線だけで他の2辺がわかるっていう超優れものなのよ。なるほど、多分あんまり分かってない。でだ、欲しい数字は半径なんだよ。なんでまた半径なんです？ぶっちゃけ簡単に CAD で再現できるからだ。へえ。この考え方だとこの弦長がポイントになる。225ミリって感じかな。いやいや226ミリでしょ。ちゃんと見てくださいよ。メジャー自体の厚みがあるんだよ。デジタルのギスじゃでかすぎて測れないんだよ。間を取ればどうせ2で割るんだし 225.5 ミリにしましょうよ。計算誤差もあるんだから。なるほど、いい案だね。そうしよう。それでだ、計算で出た半径は649ミリだ。直径1298ミリに直すと約 1.3 メートルの円だね。結構でかいですね。これを円描いて紙の上に書くとかは現実的に厳しいよな。だけど CAD なんかの計算データ上では1メートルくらいの円を扱うのはどうってことない。この 1.3 メートルの円がこうやって指定した四角形をくり抜いてくれれば、つまり残ったこれが20度バンクってことと同じだろ。おお、確かにそれっぽい。多分な。何か言いました？いや、続けよ。でここの全長をレギュレーションの165ミリ、全幅を105ミリにするってわけだ。あとは見てくれを修正してカバーパーツに文字を彫ってっと。でこのデータを 3D プリンターに流し込んで印刷するっと。おお、簡単じゃないですか？いや簡単じゃないよこれ。そもそもこれ割とでかいし、僕の持ってるのは1万円だった激安プリンターだ。これ一つ印刷するのに丸3日とかかかるから。それはちょっと面倒い。だから本体を3分割して、さらにカバーパーツも見た目が良くなる角度で印刷したんだよ。1週間くらいかかったかな。また無駄な労力をたんまりかけました。はい、そこ無駄な労力とか言わない。僕は物を作っている時が一番楽しいんだよ。はいはい、それで無事にできましたというわけですね。そういうこと。ほれ見てみよう。どうよ。おお、上のカーブと同じだ。すげえ。だろ、もっと褒めていいよ。どうや。それでそのデータはどこですか？どこっていつもの VZ シリーズのフォルダにあるけど。わかった。後で使わせてもらおうよ。でもなんよ。
それなら、このバンクアプローチセクションの壁をカットしてチェッカー作れば良いんじゃないですか？チェッカーとしては理想的だけど、そんなもったいないことはできないよ。だって、この図からこうやって4個は取れるんですよ。1つあたりは2000円くらいでしょ。見なかったことにしそうですね。早速このバンクチェッカーを使ってブレーキのセッティングといこうじゃないか。前回頭部の角が吹っ飛んだんで、それを作り直してちょっと色を修正したクロススピアだ。元ネタはスーパーエンペラーだね。やっぱり白は映えるね。でこれが適当につけたブレーキだね。うっわー、本当にひどいな。ガチめで適当だったけん。ブレーキを剥がしましてバンクチェッカーに乗っけます。リア部分が少し擦ってますね。対照的にフロントはスッカスカですね。ねえ、主任さん。なんよ。ブレーキも適当だし、正直よくこれで走ってましたね。ああ、そもそも使用モーターがライトダッシュだし、吹っ飛んだらスラスト入れてたからね。は？スラストを入れてた？グレードアップパーツなんか使ってないでしょ？ああ、はいはい、そうね。このクロススピアのフロントって作った AT バンパーじゃん？はいはい、VZ21 で作りましたね。関連動画を概要欄にリンクしておきます。はい、ここに注目。ほい。あ、ブレーキが挟んである？おーイエス。こういうのってギミックであることの優位性の一つだよなね。るほど、ずるい。ずるかはないだろう。モーターテストであんなに苦労したのに。ああ、あれね。あれはなかなか見応えあったよ。ダッシュ？データとして面白かったよ。また頼むよ。はいはい。でここにブレーキつけるんでしょ？チェッカーに当たらない程度にギュギュッと詰めたら良いのでは？そしたらスロープセクションはどうすんの？ああ、そうか。そっちも考慮する必要があるんですね。そのうち検証もするし、コースを買ってみていい方法を考えるよ。いずれな。じゃあ、動画頑張りましょう。それで、今回の案は？これを使う。MA シャーシについているリアスキットバーってやつだ。ほうほう。つける場所はこんな感じ。リアスキットバーの方に穴があるから、今回は AT バンパーに干渉しないようにこっちをサービス加工してつけよう。AT バンパーの底面に合うようにリアスキットバーを切って取り付ける。固定して出来上がり。追加要素の余地もあるし良さそうですね。だろ？じゃあブレーキを貼っとく。見た目は良さそうですね。リアは？一気に全部やったらわけわかんなくなるじゃん。こういうのは一つ一つやっていくんだよ。コモンスキル、ステップバイステップを獲得しました。まあ、そういうのもミニ四駆の楽しみ方の一つですね。じゃあいつもの比較用にバンキュッシュも載せてチェックしてみようっわ、ちゃんとギリギリなんですね。さすがアドバンスパック。ミニ四駆のフラッグマシンだわ。本当にお手本として優秀だし、セッティングとか構成や配置もバッチリなんですね。そうだな。対戦相手としても理想的だしな。それじゃあコースに行こうか。行きましょう。行きましょう。ってことでやってきました。いつもの小島コース。お世話になっています。大きいコース嬉しいです。でマシン初見はこれ。いつものクロススピアーとバンキュッシュ。早速走らせてみよう。はーい。ゴー。ブレーキ効きすぎてませんか？効いてるね。めっちゃ効いてるね。どんどん差が開いていきますね。立体セクションでガクッと速度が落ちてる気がするな。3分の1くらい差がついてるね。こんなに差がつくもんかね。はい、こんな感じ。ペロンと言ってますね。明らかに効きすぎだね。じゃあブレーキを現地調達してっと。フロント2ミリの赤を1ミリの青へ変更。さらにリアの赤も青1ミリへ変更する。5。お、改善した？クロススピアが離されないでついてるね。よくあんなマシンでファクトリースタンダードについていきますね。あんなとか言うな。それでもいい感じで競れてるね。ですね。ブレーキセッティングって大事ですね。いいね。これを1周目のカメラの位置で比較してみるか。左がフロント赤2ミリ、リア赤2ミリ、右がフロント青1ミリ、リア青1ミリ。ちゃんと差が解消されてますね。うまくいったのでは？いい感じだと思うよ。やっぱりバンキュッシュアドバンスパックって比較用として便利ですね。まったくだ。基準は大事だよ。
毎回安定して基準になってくれるのはほんと助かるわ。アドバンスパック様々だね。そもそもブレーキの位置、それに種類と厚さ、組み合わせでこれだけ変わるのは面白かったですね。そうな、ブレーキ使えばコースアウトしなくなるけど、ベストなセッティングしたバンキッシュには勝ててないしな。新しい研究課題が増えたわ。ミニ四駆はやっぱり面白いわ。ですね。それに、早くスロープセクションも欲しいですね。動画が回ったらな。じゃあ頑張ってください。あいよ。ってことで今回はここまで。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてますよ。それではまた次回。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解 VZ。 今回のおまけコーナー、はあ始まるよー。ってことで、今回のおまけコーナーは、手作り20度バンクチェッカーです。それ自作と何が違うんですか？それよりデータは手に入った ?C3。ちゃんとありましたよ。じゃそれの側面の平面図だけプリントアウトして。よ。みんなが 3D プリンター持ってるわけじゃないし、それでも今回バンクチェッカーっていうようなのも分かったから、それの研究結果はシェアはしたいんだ。ふむふむ、それで？じゃ、手作りで行ってみようと思うんだ。また勢いで行こうとする。プリントしたデータを利用する。C3 がリサイズして A4 コピー用紙で底辺部が 185mm になるようにして。よ。これを 2mm のプラ板に糊で貼って、そのプラ板を4枚分切り出す。重要なのはここのカーブ部分だから。それで 2mm 厚の 185mm、34mm のプラ板を3枚切り出して、こうやってタミヤセメントで組み立てる。構造補強用に 2mm 厚の 18mm、34mm のプラ板を6枚切り出す。組み立てた形はこんな感じになるね。それから 0.4mm 厚の 188mm、110mm プラ板の天板を用意する。長さはカーブに合わせたから、このサイズで合ってた。それでタミヤセメントを使いながらペタペタ。マスキングテープとか多用してカーブに接着するようにペタペタ。また手間をかけますね。はい、できた。テクノロジー。どうかな？手作りバンクチェッカー。これならチェックとかだけならできると思うんだ。テクノロジー。テクノロジー。予算は 2mm プラ板1枚840円と 0.4mm プラ板780円くらい。あとは努力と根性で加工。原価は1個あたり800円くらいですか？それと自作リスクだね。時間と労力と怪我の危険性が大盛りだね。カーブの切削とかめっちゃ大変なんだよ。4個も同じようなカーブ作るとか正直割に合わない感じかな？よくわかってるじゃないですか。それでも、フリーキャドと 3D プリンター用意するよりは、ずっと安上がりだよ。なるほど。それに、自分でやって作る、ってのを大切にしたいんだよ。なるほど、さっぱりわかりません。そう言わないで、協力してよ。天板以外のパーツのサイズを設計図にフィードバックして、それが A4 用紙でプリントアウトしたら原寸大になるように PDF 化して。よ。ってことで DLC 完成。いつものように概要欄のリンクから PDF がダウンロードできますので興味がある方はダウンロードしてご使用ください。あんまりいないと思いますが。多分ね、それでもやったログをシェアしたいんだ。じゃ C3、次のテストプランを練るから協力してよ。またやるんですか？あれ、あんまり回ってないですよ。まあ、受けがあまり良くないのは、仕方ないよ。ぼちぼちやってこ。継続は力なりって言うじゃない？まあ、お好きに。ってことで、また次回。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回。